は、おさゆです。今回は京都市役所周辺のグルメでランチを6つ、カフェを2つご紹介します。地下鉄京都市役所前駅の北側からご紹介していきます。まず1つ目がちょっとリッチなランチ、フォーチュンガーデン京都。京都市役所のすぐお隣で1927年に誕生した島津製作所の旧本社ビルです。現在はフォーチュンガーデン京都へ名称を一新し、レストラン、ウェディング、パーティーのスペースとして生まれ変わっています。京都ではあまり見ることのないレトロモダンな洋館で、レストランは緑が美しい竹林のお庭を眺めながらのフレンチビストロになります。こちらのブライダルフェアに参加したことがあるんですが、このスペースもウェディングで使用できたり、奥に見えている建物はチャペルになっています。レストランの店内です。かなり広く席数も多いですが、平日でも満席になるので予約は必須です。前菜、メインディッシュ、デザートが選べるフォーチュンコース2800円を予約しました。目の前には緑が美しい竹林のお庭が広がっています。ただ、夏の終わりに伺いましたが、蚊がすごくてお庭から離れた席に移動することになり残念でした。ドリンクはジンジャーレモンスカッシュを頼んだんですが、これがすごく美味しかったです。ちなみに蚊が入ってこの後交換してもらうことになりました。まずスープはさつまいものポタージュ。季節を感じられるお料理って限定感も相まってハッピーになりますよね。付け合わせのパンはふわふわでした。前菜はカンパチのカルパッチョ、タプナードソースを選びました。他にはハムのマリネ、イチジクと生ハムのサラダがありました。メインは赤鶏の炭火焼きを選びました。他にはスズキのポワレ、追加で900円かかりますが、バベットステーキの3種類でした。友人が頼んだバベットステーキが美味しすぎたので、プラス900円はちょっと高いですが、かなりおすすめです。デザートはバスク風チーズケーキ、他にはピスタチオのセミフレット、フルーツのブランマンジェ、卵プリン、シャインマスカットのミニパフェがありました。ミルクティーを頼みましたが、ミルクが温かくて嬉しかったです。全部すごく美味しかったです。少し特別なランチにフォーチュンガーデンいかがでしょうか。続きまして、京都市役所前駅の南側です。三条麺店街の中にある勝倉三条本店をご紹介します。入り口がこんなに狭くなっているので、お隣のリプトンを目印にしましょう。勝倉は京都生まれのとんかつ専門店。関西を中心に関東、熊本、海外にも展開されていますが、こちらが本店になります。店内は京都らしい雰囲気でゆったりしているので、一人で来店される方も多いです。何度か訪れていますが、ここだけの話、夏は空調がかなりきつめでいつも辛いです。ご飯、お味噌汁、キャベツ付きのヒレカツ 80g、1440 円。私は割と食べる方ですが、カツはお肉がしっかりしていることもあり、ご飯、お味噌汁、キャベツがおかわり自由なので、いつも 80g で満足しています。サラダ用の柚子ドレッシングが大好きです。接客も丁寧なので、とてもおすすめのお店です。続きまして、とんかつが続きます。先ほどの勝倉から徒歩 1,2 分、ムービックス京都という映画館のすぐ近く、とんかつ豚ゴリラ新京極六角店、3店舗しかない京都のチェーン店です。平日の11時半に入った時は空いていましたが、12時を回るとサラリーマンを中心に続々と人が入ってきました。他のとんかつチェーンに比べるとだいぶお値段が安いです。今回はおろしとんかつ膳930円を注文しました。キャベツのソースは2種類。ごまどれ派ですか？青じそ派ですか？私は青じそ派です。玉ねぎとかぼちゃのフライ付きのボリューム満点なとんかつが運ばれてきました。こちらもご飯、お味噌汁、キャベツはおかわり自由です。カツはミルフィーユ風に重ねてあるので柔らかいんですが、見た目ほどのボリュームはないように感じました。外食あるあるなんですが、お味噌汁はちょっと辛かったです。他のメニューも気になるところですが、何よりこのお値段でおかわり自由がついているのは、安くお腹を満たしたい学生さんなんかにはありがたいだろうなと思いました。続きまして、新京極の中にある老舗のきしめん屋さん、さらしな本店。
平日に伺いましたが、仕事中と思われるサラリーマンのお一人来店が多かったです。メニューが豊富で裏面も同じくらい載っていました。きしめん屋さんですが、おうどんが食べたくて鶏南蛮のおうどんを注文。麺は京都風で柔らかめ、街中ではなかなか出会わない優しいお出汁の嬉しいおうどん屋さんでした。優しいお出汁の汁物が食べたい時ってありますよね。続きまして、サラサ不夜町というカフェをご紹介。2階がカフェスペースでデートや女子会にぴったりな雰囲気です。サラサとは京都市内に6店舗展開されており、それぞれご飯系カフェ、焼き菓子の工房、コーヒー焙煎所をされています。サラサの名の由来はインドから各地へ広まり、柔軟に変化を遂げてきた染色生地サラサから来ているそうです。同じように土地や時代で名を変えながらも人々にいつも柔軟に寄り添い愛され続ける空間であってほしい、そんな願いが込められているそうです。サラサって何なんやろうと思っていたので少し調べてみました。ドリンク付きのランチメニューが980円、チキンカツカレーを頼みました。スープもサラダもドリンクもついているのでかなりお得感がありました。量もちょうどよく美味しかったです。続きまして、いつも行列の人気店ごはん屋一心、京都市役所と河原町駅の間くらいにあります。この日は出遅れて平日の開店10分後に到着。どんどん案内されている途中でしたが、1巡目の案内が終わった時点で私で5組目、30分くらいの待ち時間でした。お店は広く席数も多いので開店は早い方だと思います。日替わりランチは1000円。この日は秋鮭の西京味噌焼きでした。自慢のご飯がおかわり自由で、おかずもお味噌汁もすごく美味しかったです。ランチは以上になりまして、ここからはカフェを2つご紹介します。京都市役所の北側に戻りまして、1つ目に紹介したフォーチュンガーデンを通り過ぎると、こちらのビルの中にカヌレというお店が入っています。入り口からこの可愛さです。レトロでとても可愛いですが、どこか落ち着いた雰囲気もある素敵な店内でした。今回カフェは利用せず、カヌレのテイクアウトをしました。こちらのカヌレは大きめで、全体的にふわっとしていました。カヌレはお店によってかなり違いがあり、正直美味しいと思えないものもあったりするんですが、こちらのカヌレは美味しくいただけました。最後に京都市役所前駅の少し南側の激推しカフェです。ラーメン怪力屋も美味しくて大好き。建物を撮影しているのはお昼ですが、店内には夜に伺いました。ややこしくてすいません。3階に入っているトリビュートコーヒー。もうとにかく雰囲気が最高に良くて、一人が苦手な方でもずっと居座りたくなるような落ち着いた空間です。カフェオレと自家製チーズケーキを頼んだんですが、まずカフェオレがコーヒーと温かいミルクが別で出てきて、自分の好きな配分にすることができ、こだわりを感じました。そしてチーズケーキがとんでもない美味しさでした。行かれたら絶対食べてください。店員さんの雰囲気も素敵でした。以上、京都市役所周辺のグルメをご紹介しました。参考になれば嬉しいです。よかったらコメントや高評価、チャンネル登録していただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。